こんにちは、たかしです。それではポンド円とドル円の月曜日からの相場の見通しをしていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現状は下落トレンドから上昇に変わってきているところなんですが、金曜日のこの下落がかなり大きかったですよね。木曜日のこの陽線を否定する大きな陰線になってきておりますので、ここからこの白い水平線を上抜けたこの上抜けっていうのが騙しになってきたというそういう考え方になってきます。ですので、基本的には下落しやすい、そんな形ですね。直近では上昇してきたんですが、そこからこの緑の水平線、ここで上値を抑えられて下落していくのかどうかっていうところを見ておきたいです。現状は GMMA の青帯の上にありますので、ここでサポートされればまだ上昇する可能性はあるんですが、短期的にはやはりストキャスティクスも高値圏ですし、金曜日の陰線がかなり大きいですよね。ということはやはり戻り売りで考えておくのがいいと思います。こういう動きではなくって、直近月曜日の動きとしてはこういう動きですね、をイメージしておく。そして GMMA でサポートされるなら再び上昇していくでしょうけれども、基本的にはストキャスティクス高値圏ですので、もうちょっと下落余地はあるのかなと考えてます。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯まで下がってきたんですが、過去の動きを見ていると GMMA の青帯付近でサポートされて上昇しております。が、今回金曜日の下落の仕方が今までと違って結構強いんですね。この下落結構強いので、このまま下抜けていくんじゃないかなと思ってます。そうすると先ほど言った日足の GMMA 付近までの下落ですので、ここからの動き、まずはこの直近の安値、このあたりですね、193.5 付近を明確に下抜けるかどうか。ここを下抜けてくるともう一段下落。そしてここをさらに下抜けてくると、さらに大きく下落していく。このあたりまで下落していくと考えますので、190円ぐらいまでの下落が最終考えられます。まずは GMMA の青帯を下抜けてからの下落についていくという考え方ですね。ただ一旦は今反発しやすいところにありますので、もし月曜日ここから反発してきたとしたら、こういう動きを想定しておいてください。ここにこういう3損を作ってくる動きですね。ですので、まず195円まで上昇すれば、そのあたりを天井として再び下落するという、そういう想定ができます。ストキャスティクスはそろそろ安値圏ですので、やはり月曜日は一旦の上昇を待っておきたい。そこからの戻り売りという考え方ですね。ここまで大きく上昇しないにしても、一旦は上昇後の下落という、こういう動きを想定しておくといいと思います。そのあたりが次1時間足なんですが、先ほど言っていた3損がこういう動きなんですね。ですので、ここからこういう動きになってくれば、先ほど4時間足で言っていた3損なんですが、まずはそこまでの大きな上昇じゃなくて、こういう動き方ですね。この矢印の動き。この赤い水平線付近、194.4 付近、そのあたりまでの上昇後の下落っていうところを見ておいてください。4時間足のストキャスティクスも安値圏、そして1時間足もストキャスティクス安値圏ですよね。と考えると、やはり一旦月曜日は上昇を待ちたいところ。ただその上昇は結構難しい上昇になってくると思いますので、上がったところ、この赤い水平線とか、白い水平線とか、このあたりまで上がってくるのを待って、そこからの戻り売りに焦点を絞っておく方がトレードはやりやすいと思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円は下落トレンド中ですので分かりやすいですよね。こういう動きという話をしてましたので、今は GMMA 付近から下落するのかどうか、ストキャスティクスも高値圏ですので、そのあたりを月曜日以降見ておいてください。では4時間足です。日足は下落トレンド中なんですが、4時間足は上昇トレンド中。その中で今この高値圏、この過去の高値ですね。ここが意識されてそこからの下落になっている。ポンド円よりもドル円の方が弱い印象ですよね。GMMA の青帯をもういかにも下抜けそうというところで、ここを下抜けてくると、このあたりまでの下落が考えられるので、148円付近ですね。当然ドル円がここまで下落してくるってことは、ポンド円も下落してきますので、その辺の動きを見ておくといいと思います。ただ、ドル円もストキャスティクスそろそろ安値圏というところと GMMA にぶつかっているのと、この過去の安値付近がありますので、金曜日の安値を明確に下抜けてくるとこういう動きになってくるんですが、やはり一旦は上昇を待ちたい。ポンド円と一緒ですね。こういう動きを待っておいてください。そのあたりが次1時間足ですね。1時間足はこの赤い水平線、このあたりが意識されると思いますので、先ほど言った金曜日の安値、この辺を明確に下抜けてくると、この大きな下落で148
38.5 ぐらいまでの下落が考えられますが、4時間足も1時間足もストキャスティクスは安値圏にありますので、現在地付近で一旦の反発後の下落、こういう動き、もしくは GMMA がこういう風に下がってきますので、そこまで上昇後の下落というこういう動き、もし大きく上昇してもこの黄色ゾーン付近、この辺りからの下落っていうところが考えられますので、今言ったポイントですね、水平線とか GMMA、そしてこの黄色のゾーン、その辺りを意識しておくといいと思います。その辺にアラートを仕掛けておくと分かりやすいと思いますので、現在使用しているチャートはトレーディングビューなんですが、アラート簡単に設定できますので、まだご利用でない方はトレーディングビュー試してみてください。URL は概要欄に貼っておきます。有料のプランもありますが、基本的に無料プランで利用できますので、そちらで登録していただければいいと思います。それでは本日は以上です。現在ノートのメンバーシップの会員を募集しております。毎朝更新の詳細な分析、そして週末の限定動画で FX スキルを上げられるような内容となっております。FX は知識が大切です。毎日の分析の中で多くの知識も公開しておりますので、良ければ一度ノートメンバーシップお試しください。まもなく3月が終わりますので、4月頭にご入会していただくのがお得です。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。